この辺ちょっとオリジナルと構成が違うかも。メイクアップしてさ、メガネ外した時の顔って、松原ゆきのジャケット似てるよね。いやー、せーの。綺麗。あ、モナかわいい。綺麗だね。これどこ？なんかコメントでセブ島ってセブンに住んでるってよ。セブ島なんだ。あ、てかこの曲は知ってるの？なんか最近聞いた。流行ってるからね。流行ってるから。エイリッチバージョンとか聞いた。エイリッチのバージョンの方が先に入ってるのか。うん、そう。それでオリジナル聞いたって感じか。今回車じゃないんだね。ドンじゃないんだね。ドンもいいんだけどね。あ、そう、彼女からほらコメントをもらったから、ね、見てくれてるかもしれない。これも見てくれたら嬉しいね。大好きです。めっちゃ聞いてます。聞いてます。いいね。めっちゃいい。このカラーグレーディングもちょっとステピアっぽくしてやる。本当だね。本人の歌い方よりもロングトーンっていうの伸ばすところが長い。自分自身の声の良さが分かってて、二人移ればのところとかもあーってギリギリまで行って Stay with me って言ってたから、すごい自分の声のその伸びやかな若々しさみたいなのを自分で知っててやってると思う。かわいい。街風景映るのすごい楽しい。ね、綺麗な声だね。本当だね。なんかフルで聴けるの嬉しい。そうね。笑顔かわいい。このオリジナルの松原美樹さんが拳をちょっと使うのよ。キーとか、そうキーとか泣いたとかの部分をすごく丁寧に拳を再現してるというか、やっぱ日本の拳ってちょっと海外のさ、そのアレンジと違うじゃん。フェイクってさ、やりすぎるとさ演歌っぽくなるじゃない。日本人が聞いても自然に聞こえたっていうかさ、あれショッピングモールかな。ショッピングモール？いや本当になんかもう発音完璧なんだけど。あ、そうだよね。いつも彼女の歌聞くと忘れるよ、日本人じゃないってこと。普通サシスセソで出ちゃうじゃん。そうね。本当に日本語が丁寧、すごく丁寧だと思う。海外の人が日本語喋ると大体サシスセソですぐわかる。綺麗よね。綺麗。忘れるもんね。忘れる。すごい、本当すごい。あなたっていう表現のところが、あなんたって言ってるのがあって、そこはちょっと演歌っぽいかなと思ったけど、逆にじゃあ演歌も歌えんのって。演歌歌えるんじゃない？歌が上手くなきゃ歌えないよね、演歌って。一回聞いてみたい。天城声とか聞いて。天城声とか聞いてたよね。コロナだ。
フェイスシールドしてクリアな部分と可愛らしく響く声と、あとシャウトもできるじゃない彼女は、いいところの部分だけを使ったって感じね。癖になるよね、モナゴ。癖になるめっちゃ歌ってるもんね。家で歌ってるからね彼女のアニメソング。もうめっちゃ綺麗。かわいい。めっちゃ綺麗発音。もちろん歌声も。めっちゃいい。モナゴンの歌声の方がピッとした。モナゴンって言ってるけど我が家ではモナゴンって言ってる。日本人ほら4文字4シラボーズでさ、キムタクとかね。そう何でも4文字とか3文字に略すのね。そうモナゴン。モナゴン。そうモナゴン。いいね。なんだろう、声のなんかビブラートの感じがすごい。そうね。本人よりも引っ張ってるロングトーン。本人の歌い方よりかなりトーンが明るい。もうちょっと声渋い感じ。そう低くとか。そうそれはだからこの真夜中っていうイメージに合わせてのことかもしれないけど、なんかちょっと前の真夜中ってさ、本当に真夜中じゃん40年前とか30年前とかの歌だからさ。なるほどね。本当暗いんだよ。その真夜中と今の真夜中ってちょっと違う。確かにネットでさパチパチこう夜更かししたりとかの世界じゃないじゃん。携帯片手にの時代じゃないもんね。そうテレビもだって消えちゃう、砂嵐になっちゃうしさ、男女のさこの恋愛のドア叩いて帰らないでっていう Stay with me っていう歌だからさ。なるほどね。全然分かってなかった。いいな今のとこ切なさが出てる。感情がちゃんと乗ってるのがすごいね。帰らないでとないだのとこすごく切なく歌ってるね。もう辺もうちょっとグッとくるねめっちゃ感情入ってるね。日本語話せないんだよね。かわいい。綺麗だなここ。出た美人のなんだったよ。眼鏡外していい。そうだよ、夜になったから可愛いから綺麗になったな。なんかでも全然雰囲気また変わるね。夕日の映像がめちゃ綺麗にね、眼鏡外してね夜もな綺麗かった。綺麗だね。可愛いから綺麗な。可愛いガールから美しいレイディーに変わっていく姿。メイクアップしてさ、眼鏡外した時の顔って、松原ゆきのジャケットに似てるよね。いやー、なるほどね。めっちゃいい。たこ焼き。たこ焼き？たこ焼きだよ。さっきたこ焼き買ってたよ。本当？たこ焼き売ってんの？違うとこに興味がいってしまう。でもそこにたこ焼きが挟まるあたりでねちょっと彼女の若い感じでね。たこ焼き。結局だからこう男女の歌じゃない。その雰囲気を彼女なりに出すと、ああいうたこ焼きデート、アーケードのデートで夜の海にでステイウィズミーを帰んないでってっていうのが、そういい感じじゃない。あれ？歌詞が間違ってるかな。どっちだろう。この辺ちょっとオリジナルと構成が違うかも。そうなの。温めてたのところの後から普通にもう一回2番を歌ってるんだよね。
で字幕がちょっと違ったりとかっていうのは、あえてのことなのかテロップが間違ったか、ちょっと分かんない。ハーリーがすごい、いい。レコードのハーリーのとこね、ハーリーって言うじゃん。オリジナルは伸ばさないから、ハーリーっていう短く言うところを自分のアレンジで。でも確かにレコードの針ってすごくさ、そーっと落とすからさ、やっぱそういうイメージで歌った方が雰囲気出るよね。優しく歌ってたそこのパート、そうだね。ちょっと構成変えて歌詞がオリジナルのままなのかもしれないね。モナアレンジして、モナアレンジ、モナゴンアレンジモナゴンバージョンになってる。あ、消されちゃう、消されちゃう。よかったね。すごい。最近聴いてるけど、シティポップジャパニーズのリフレインが多いの。普通曲の構成って1番 A ダッシュ B サビ、2番 A B サビみたいな構成の曲が多いのね、日本の J-POP って、でもこの80年代のシティポップって A ダッシュ A ダッシュダッシュA ダッシュダッシュダッシュみたいな、同じメロディーが何回も繰り返してから次のパート行って、その中でもまた同じのが、例えばこれだったらさ、グレーのジャケットに見覚えがあるコーヒーのシミで Stay with me でいけそうじゃん、でもう一回相変わらずなのねって戻ってくるの。そうこういうのが多いのよ、だからなんつうの、多分ダンスとかに使われてたディスコ当時のねとかで使われてた経緯があるから、こういうリフレインが多いんだと思うんだけど、そうでもそれって曲としてシンガーにとったら、すごくメロディーが単調だから、表現が難しいと思うの、すごいレベルが高いんだと思うんだよ。だからこのモノ・ゴンザレスさんにしてもレインチさんにしても、それをこううまく自分の曲にして違和感なく歌うって、だって言ったら単調なわけよ。うまくないと聴いてらんないってことだよね。聴いてらんないの。だからそれがね、こう抑揚もつけつつ押したり弾いたりしながら歌ってるのよ。確かにメロディー的にそんなドラマチックな感じではないよね。そうなの、すごい。